富山県黒部市で父親が中学2年生から高校2年生の身の娘に繰り返し性的暴行を加え続けた事件が2024年に裁判で明らかになったのだ。身の父親が自分の娘に対してそんなことをしていたという事件よね。どうもずんだもんなのだ。どうも四国メタンよ。この事件の被害者福山里海さんは実名を公表して性被害の撲滅を社会に訴え続けてきたのだ。自分の辛い経験を勇気を持って世に伝えようとしたのね。今回はこの事件の全貌を詳しく解説していくのだ。加害者の父親がどのような人物でどうやって長年にわたる犯行が続いたのかも見ていくわよ。さらに後半では僕とメタンでなぜ家庭内でこれほど深刻な被害が長期間気づかれなかったのか、そして社会はどう変わらなければならないかについて深く考えていくのだ。被害者が声を上げたことが持つ意味についてもしっかり話し合っていくわよ。裁判では父親が驚くべき主張を繰り返し、法廷でも被害者を深く傷つける発言が飛び出したのだ。法廷でそんなことが起きていたなんて許せないわ。判決の行方、そして確定までの経緯もしっかり追っていくのだ。1審から2審までこの裁判がどうたどり着いたかも大事なポイントよね。被害を受けた子どもたちが声を上げやすい社会を作るために何が必要か一緒に考えてほしいのだ。この事件が今も苦しんでいる誰かに届いてほしいわ。最後まで見ていってほしいのだ。2016年の夏、富山県黒部市のある家庭で父親が高校2年生の娘に対して手を伸ばした瞬間があったのだ。高校2年生の娘に身の父親が？その瞬間から福山里海さんの家族の中で何かが少しずつ壊れ始めたのだ。想像するだけで胸が痛くなるわ。まずこの事件の舞台となった家庭の背景から話したいのだ。加害者は誰でどんな状況にいたのかしら。加害者は福山里海さんの父親大門浩二被告で当時50代の無職の男性だったのだ。無職だったの？そうなのだ。大門被告は家庭の主な生計を支える立場でありながら仕事についていない状況が続いていたと伝えられているのだ。家庭の経済的な不安定さが家の中の力関係にも影響していたのかしら。まさにそうなのだ。当時を知る関係者によると大門被告は家庭内で強い支配力を持っており、家族は彼の意向に逆らいにくい雰囲気があったと語っているのだ。そんな環境の中で里海さんは生きていたのね。里海さんは中学2年生の頃から被害を受け始めたと裁判で明らかになっているのだ。中学2年ってまだ13歳か14歳じゃないの。そうなのだ。最も守られるべき年齢の子供が最も信頼すべき存在である父親から傷つけられていたのだ。許せないわ。誰も気づかなかったの？それがこの事件の恐ろしさの一つなのだ。被害は家庭という密室の中で繰り返され、外からは見えにくい状態が続いていたのだ。家の中だから誰にも助けを求めることもできなかったのね。里海さんの通っていた学校のある教員は彼女が当時どこか元気がない様子だったと語っているのだ。ただそれが家庭内の深刻な問題と結びつく判断には至らなかったそうなのだ。サインはあったのに見逃されてしまったのね。家庭内という密室では外部が異変を察知するのが極めて難しかったのだ。近隣住民も表向きは普通の家庭に見えたと語っているのだ。加害者の大門被告は被害が続く間家庭内でどんな状態だったの？大門被告は家計を支えるべき立場にありながら仕事をしておらず、家族への経済的な依存が続いていたのだ。里海さんにとって父親に逆らえば生活が成り立たないという現実があったと伝えられているのだ。経済力を持つことで子供を支配していたってこと？そうなのだ。裁判で裁判長も生計を支える被告の求めに応じざるを得ない状況を里海さんが置かれていたと明確に指摘しているのだ。逃げたくても逃げる選択肢はなかったのね。被害は中学2年から高校2年にかけて少なくとも8回以上に上ったと判決で認定されているのだ。数年にわたって繰り返されていたの？そうなのだ。しかもこの期間里海さんが誰かに相談した形跡はほとんど残されていなかったのだ。一人で抱え込むしかなかったのね。裁判所はこの点について身の父親から性交をされるという異常な事態を一人で抱え込まざるを得ず心理的に追い込まれてしまっていたと明確に述べているのだ。心理的に追い込まれた結果抵抗する気力さえ奪われていったのね。この後起訴の対象となった直接の犯行の場面に移るのだ。2016年8月のある夜、里海さんが自分の部屋で眠りにつこうとした時大門被告が部屋に入ってきたのだ。里海さんは身体を固くしたが声を出すことができなかったのだ。父親という絶対的な存在を前に彼女の心はすでに長年にわたる恐怖と疲弊でひび割れていたのだ。大門被告は抵抗できない状態にある里海さんに対し性的暴行を加えたのだ。里海さんの口から言葉は出なかった。ただ
じっと天井を見つめていたと後に語っているのだ。部屋の外では何事もなかったかのように時間が流れ、家族の誰も異変を知らないまま夜が明けたのだ。翌朝も里海さんは学校へ向かった。何も変わらない日常の顔をして一人で全てを飲み込んだのだ。言葉が出ないわ。この構造が被害を長期化させた大きな要因なのだ。抵抗しなかったことは同意があったことを意味しないのだ。当然よ。恐怖と疲弊で心が壊れかけている中で抵抗できるわけがないわ。にもかかわらず大門被告は初公判で逆らえない状態ではなかったと無罪を主張したのだと報じられているのだ。被害者を傷つけるような主張を法廷でしたということ？そうなのだ。さらに被告は成功に興味を持っていたなど里海さんを愚弄するとしか言えない弁解を続けたと報じられているのだ。裁判長はどう判断したの？梅沢俊明裁判長は身の父親との成功を積極的に望んでいたことなどあるはずがないと明確に否定したのだ。当然の判断ね。一審の富山地裁は2025年1月21日求刑通り懲役8年の実刑判決を言い渡したのだ。求刑通りということは裁判所も被告の弁解を全く認めなかったので。そうなのだ。裁判長は家庭内という発覚しづらい状況を悪用し、本来守るべき立場にありながら自己の性欲を満たすための常習的な犯行だと厳しく非難したのだと報じられているのだ。常習的という言葉が出たので、それは再犯フラグにも関係するわよね。まさにそうなのだ。被害は一度ではなく何年もかけて繰り返されていたのだ。それでも社会は長い間この家庭の中で起きていることに気づけなかったのだ。家庭というとした空間が被害を隠し続けてしまったのね。里海さんが動き始めたのは2023年のことなのだ。富山県警に告訴状を提出し、ついに法的な手続きへと踏み出したのだ。被害から7年近くが経ってからの告訴だったのね。7年近く一人で抱えてきたのだ。告訴を決意するまでの時間の長さがいかにこの被害が彼女の心に深く刻まれていたかを物語っているのだ。それだけの時間をかけてようやく声を上げられたのね。そして2024年里海さんは実名で被害を公表することを決断したのだ。実名で？それは大きな決断ね。そうなのだ。里海さんは声を上げてよかった、被害者に対し社会が何をできるか考えてほしいと語ったと報じられているのだ。自分が傷ついた経験を社会に向けて伝えようとしたその勇気に頭が下がるわ。ここで改めて被害者の福山里海さんについて紹介したいのだ。どんな人だったのかしら。里海さんは富山県黒部市出身で、事件当時は中学2年生、13歳から14歳の頃に被害が始まったのだ。裁判が確定した2026年時点では26歳になっているのだ。まだとても若い年齢から被害を受けていたのね。里海さんを知る人たちによると、穏やかで真面目な性格で、学校では目立たないながらも友人に誠実に接する子だったと伝えられているのだ。普通の学校生活を送っていた子が家に帰ると地獄のような環境にいたということね。そうなのだ。里海さんにとって父親の大門浩二被告は生計を支える存在であり、同時に最も恐ろしい存在だったのだ。逃げることも誰かに話すことも長い間できなかったのだ。家族であるはずの人間が一番の脅威だったなんて、どれほど孤独だったかと思うわ。里海さんの母親については詳しい情報は明らかにされていないのだ。しかし家庭内という閉じた空間で里海さんは一人でこの苦しみを抱え込んでいたと裁判でも認定されているのだ。助けを求められる大人が周りにいなかったということよね。それは社会全体の問題でもあるわ。では逮捕から判決確定までの経緯を整理するのだ。裁判がどのように進んだのか流れを押さえておきたいわね。里海さんが2023年に富山県警に告訴し、それを受けて被告は2024年3月に逮捕されたのだ。犯行から8年近くも経ってから逮捕されたの？そうなのだ。里海さんが声を上げるまでこの犯行は家庭という密室の中に隠され続けていたのだ。逮捕に至るまでにこれほどの年月が必要だったことが家庭内性暴力の発覚しにくさを示しているのだ。密室だからこそ誰にも気づかれなかった。それが一番怖いことよね。2025年1月21日富山地裁は被告に懲役8年の判決を言い渡したのだ。求刑通りの実刑判決だったのだ。被告は控訴したの？したのだ。しかし2026年4月名古屋高裁金沢支部は控訴を棄却し、2審も懲役8年を維持したのだ。裁判長は買春の情が深まったとは到底言えないと断言しているのだ。そして上告もしなかったということね。そうなのだ。2026年5月に実刑判決が確定したのだ。里海さんはこれを受けて大きな安堵を感じているとコメントを出しているのだ。ようやく終わったので本当に長い戦いだったわ。ここで再犯フラグについても触れておきたいのだ。被告による被害は2016年8月の1件だけが起訴の対象だったのだが、裁判所は中学2年から高校2年にかけて少なくとも8回の暴行があったと認定しているのだ。つまり同じ被害が繰り返されていたのに刑事事件として問えたのは1件だけということね。そう
そうなのだ。刑法改正前の事件だったため準強姦罪が適用されたのだ。現在であれば不同意性交罪として扱われる事案なのだ。法律の壁が被害の全体像を裁きにくくしていたということね。そして里海さんは今も活動を続けているのだ。今回の裁判が選択肢の一つとして届くことを願っていると語り、家庭内の性暴力で苦しむ人たちへ声をかけていきたいと訴えているのだ。被害者自身が同じ苦しみを抱える人のために立ち上がっているのね。判決確定後、里海さんは過去に縛られるだけでなく、これからの人生ややりたいことを考えられる時間も増えていると語ったと報じられているのだ。それだけ長い間過去に縛られて生きてきたということよね。これから自分の人生を取り戻してほしいわ。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず最初に考えたいのは、大門浩二という人間の内面がどこから崩れ始めたかということなのだ。裁判の事実だけ見るとただ卑劣な父親という印象になるけれど、そこに至るまでの経緯が気になるわ。僕が注目しているのは、被告が里海さんに対して生計を支えているという立場を利用していたという点なのだ。判決でも里海さんが被告の求めに応じざるを得ないことを被告自身が認識していたと認定されているのだ。つまり父親という立場だけじゃなくて経済的な支配者としての立場も使っていたということね。そうなのだ。これはただの衝動犯罪ではなく、家族という閉じた関係の中で意図的に力の差を作り出していた可能性があると思うのだ。でもそもそもなぜそういう方向に向かってしまったのかしら。外からは普通の家族に見えていたわけでしょう。そこが僕の最初の仮説なのだ。大門被告の内面崩壊は社会との接点が断たれていく過程で始まったと思うのだ。被告は無職だったと報じられているのだ。無職ということは外の社会とのつながりがほとんどなかったということね。職を失った人間が家庭の中でだけ支配者としての立場を保とうとするケースは家庭内暴力の研究でも指摘されているのだ。外で得られるはずの承認を最も弱い立場の家族に向けてしまう構造なのだ。外では何も得られないから家の中で力を振るうということね。それはとても歪んだ形の保証行為だわ。僕はさらにこう思うのだ。被告には自分の行為が犯罪であるという認識がどこかで麻痺していったのではないかと思うのだ。最初の1回を境に徐々にこれが家の中のことだという歪んだ正当化が積み重なっていったのだと思うのだ。でもそれって自分で気づかないものなの？心のどこかでおかしいと感じていたはずじゃないかしら。それがまさに逃げる選択肢が見えなくなるという状態なのだと思うのだ。被告は裁判で抵抗しない状態ではなかったと主張したのだ。これは単なる言い訳ではなく、被告自身が現実を書き換えて認知していた可能性があると思うのだ。自分に都合よく記憶や認識を歪めていたということ？それは責任逃れでしかないわよ。法的な責任逃れであることは間違いないのだ。ただ心理的に見ると長期にわたって同じ行為を繰り返す人間は自分の行為を異常として認識できなくなるという研究があるのだ。判決では少なくとも計8回の暴行が認定されているのだ。8回という数字がその歪みがどれだけ深く進行していたかを示しているわね。そして僕が重要だと思う点は、里海さんが中学2年から高校2年という多感な時期に被害を受け続けていたということなのだ。つまり被告はその間ずっと自分の行為と向き合う機会があったはずなのだ。それだけの時間があって止められなかったということよね。意思の問題じゃないの？僕はここで共依存という視点を加えたいのだ。被告にとって里海さんは自分が唯一力を持てる相手だったのではないかと思うのだ。里海さんへの支配が被告の崩れかけたアイデンティティをかろうじて支えていたのではないかと思うのだ。加害者が被害者に依存していたということ？それは歪んだ形の依存関係ね。そうなのだ。これが共依存の非常に危険な側面なのだ。加害者は被害者を傷つけながら同時に被害者なしには自分の存在を維持できなくなっているのだ。だから逃げるという選択肢が意識にすら上らなくなるのだと思うのだ。でもそれは加害者の免罪符にはならないわよね。むしろだからこそ外からの介入が必要だったということじゃないかしら。全くそうなのだ。被告が逃げる選択肢が見えなかったという状態は同時に社会が介入できていなかったということの裏返しでもあるのだと思うのだ。里海さんは誰にも言えないまま何年も耐えていたという事実がその孤立をよく表しているわ。里海さんは告訴するまでに被害から約7年が経過していたのだ。その間家庭の外からは何も見えていなかったのだ。これはつまり加害者が作り出した閉じた空間がいかに完璧に機能していたかを示しているのだと思うのだ。発覚しづらい家庭内という状況を悪用したという裁判長の言葉がまさにそれを指摘しているわよね。僕はやっぱり
大門被告の内面崩壊の始まりは、社会からの孤立と家庭内での唯一の支配者という歪んだ立場への依存が組み合わさった時点だと思うのだ。そしてそれが止まらなかったのは、外部の介入がなかったからなのだ。私も同じ見方をしているわ。ただそれと同時に被告には止める選択肢があったはずなのに選ばなかったという事実も忘れてはいけないと思うわよ。次に、周囲はなぜ気づけなかったのかという不可説について話したいのだ。学校や行政が介入できるポイントはなかったのかしら。まず学校という観点から考えてみるのだ。里海さんは中学2年生の頃から被害を受けていたのだ。その年齢なら担任教師やスクールカウンセラーと接触する機会が毎日あったはずなのだ。でも里海さんは誰にも言えなかったのよね。そこが重要なのだ。言えなかったのと気づいてもらえなかったのは似ているようで全く違うのだ。学校側が家庭のことには踏み込みにくいという文化的な壁を抱えていたとすれば、仮に里海さんに変化があっても見過ごされた可能性があると思うのだ。成績の変化とか表情の変化とかそういうサインを拾い上げる仕組みが機能していなかったということかしら。僕はそう思うのだ。スクールカウンセラーが配置されていても相談に来るのを待つだけでは家庭内被害は発見できないのだ。アウトリーチ型、つまり教師や支援者の側から積極的に関わる体制がなければ閉じた家庭の中の被害は永遠に見えてこないのだと思うのだ。確かにそうね。学校が気づく機会があったとしたらむしろ里海さんの態度や様子の変化を誰かが丁寧に拾い上げていた場合だったと思うわ。次に行政という観点なのだ。大門被告は無職だったとされているのだ。無職の成人男性が家庭内に存在し家計を里海さんたちが支えている構造だったとすれば、児童相談所や福祉窓口に何らかの形で情報が届く経路があったかもしれないのだ。無職という状況が逆に行政の関与を促すきっかけになり得たかもしれないということを。そうなのだ。例えば生活保護の相談、あるいは子どもの養育環境の確認という形で福祉的な接触が発生していれば家庭内の実態が見えた可能性があるのだ。しかし現実にはそうした介入は起きなかったのだ。家庭内に踏み込まないという日本の行政の慣行が被害を長期化させた一因になっているわよね。まさにそこなのだ。日本の児童福祉の仕組みは基本的に通報があれば動くという受動的な構造をとっているのだ。里海さんの家庭のように外から見れば普通に見える家庭は通報の対象にすらならないのだと思うのだ。誰も通報しないから誰も来ない、その繰り返しが7年間続いたということね。そして近隣という観点も見ておきたいのだ。黒部市という地域は都市部と比べて人間関係が密な面もある一方で、よその家のことには口を出さないという規範も強く働く地域性があるのだと思うのだ。近隣が何か気づいていたとしても介入する手段や勇気を持てなかったかもしれないわね。僕はそう思うのだ。仮に隣人が里海さんの様子に何か異変を感じていたとしても、家族のことだからという判断が働けば通報という行動には結びつかないのだ。日本には虐待を疑った場合の通報義務が法律上あるのに、それが社会に十分浸透していないのだと思うのだ。知っていても動けない、動き方がわからないという人が多いのが現実よね。ここからは社会構造の批判として話したいのだ。この事件が浮き彫りにした最大の問題は、家庭という空間が制度的な視覚になっているという構造的な欠陥なのだと思うのだ。虐待や DV を発見するための仕組みが家庭の外側にしか設計されていないということかしら。そうなのだ。学校は子供が来るのを前提にしているのだ。相談窓口は被害者が来るのを前提にしているのだ。しかし最も深刻な被害が起きる場所は被害者が自ら出ていけない家庭の中なのだ。里海さんが7年間声を上げられなかったのは意志が弱かったからじゃなくて出口がなかったからなのよね。裁判でも指摘された通り、里海さんは生計を握る父親に逆らえない状況に置かれていたのだ。これは単なる心理的抑圧ではなく、経済的な支配構造でもあったのだ。支配が多層的であるほど被害者は動けなくなるのだと思うのだ。経済的な依存関係を武器にした支配は暴力と同じくらい人を縛るわよね。さらに言えば準強姦罪が適用された背景にある刑法の問題もあるのだ。この事件は2016年の出来事であり、当時はまだ抵抗できない状態という要件が厳しく問われていたのだ。里海さんが抵抗しなかったことが被告側に利用されたのもその法的枠組みの問題を示しているのだと思うのだ。被害者が抵抗できなかった理由を加害者への利益に転用しようとしたということね。そうなのだ。判決は抵抗する気力を失っていたと明確に認定したのだ。これは被害者の意思の問題ではなく、継続的な暴力が人間の抵抗力そのものを奪うという事実を司法が認めた点で重要なのだと思うのだ。不同意性交罪への改正はその反省を踏まえたものよね。
でも過去の被害にはその改正が適用されないという限界もあるわ。里海さんが実名で声を上げ続けていることがこの社会構造批判を前に進める最大の力になっているのだと思うのだ。里海さんの行動がなければこの事件は闇の中にうずもれたままだったのだ。声を上げてよかったという里海さんの言葉がどれほどの決意を込めた言葉か受け止めなければならないわ。里海さんは判決後に被害者に対し社会が何をできるか考えてほしいと語ったのだ。これはまさに個人の問題ではなく社会の問題として受け止めてほしいというメッセージなのだ。司法が正しい判断を下したことは評価できるわ。でもそれは事後の話であって7年間を止められなかった社会の責任は別に問われるべきよね。僕が最も深刻だと思うのはこの事件が特殊なケースではないということなのだ。家庭内性被害は里海さんのように声を上げた人だけが表に出るのだ。水面下に沈んでいる被害がどれだけあるかは誰にも把握できていないのだと思うのだ。見えていないというのは存在しないということじゃないわよね。見えない被害を見える化する仕組みこそが必要なのよ。僕はやっぱりこの事件が社会に突きつけた最大の問いは家庭という密室に対して社会がどう関わるかという一点に尽きると思うのだ。学校、行政、近隣、法律、あらゆる層に介入の機会があったにもかかわらずどの層も機能しなかったのだ。それは制度の失敗であり文化の失敗であり社会全体の問題なのだと思うのだ。私も同じ見方をしているわ。里海さんは今もなお声を上げ続けていることでようやくその問いが社会に届き始めているのよね。それを無駄にしない仕組みを作ることが私たちに残された責任だと思うわ。というわけで今回は父親から長年にわたる性的被害を受けた福山里海さんの事件を解説したのだ。どうだったメタン？家庭という守られるべき場所が最も危険な場所になっていたという事実が本当に重くのしかかってくるわ。そして里海さんが実名で声を上げたことで初めて社会がこの問題に向き合えたという皮肉もあるわよね。制度の網の目からこぼれ落ちた7年間という時間は絶対に軽く見てはいけないと思うわ。里海さんは今も性被害の撲滅に向けて声を上げ続けているのだ。実名公表という重大な決断をしてもなお前を向き苦しんでいる人たちに届けようとしているその姿は同じ痛みを抱える多くの人の光になっていると思うのだ。里海さんが声を上げてよかったと言えるような社会であり続けることが私たちの責任よね。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。